チーク鈴木、こんにちは。収入は低め、血圧は高め、司令官コンスコンです。今回はですね、お盆休みでスペシャルなアサヒスーパードライ飲んでます。たまにはね、本物飲みたいですよね。今回は本物に触れるシリーズ、マツダのロードスター、本物のスポーツカーに乗ってきました。エブリィがね、今まで私が走る、曲がる、止まる、走行性能が素晴らしいからいいんだって言ってたんですけども、走行性能がいいって言ったらやっぱりスポーツカーじゃないですか。じゃあその本物のスポーツカーと比べてどうなんだっていうところを見たくて、マツダのロードスター、今回は本物に触れてエブリィが本物かどうかを探る。この2台、鈴木エブリィとマツダのロードスターですけども、車両本体価格が3倍ぐらいの価格差があるわけです。3倍、果たしてそれだけの差があるのか、そしてエブリィなんかじゃダメなんだっていうぐらいの楽しさを本当に持ってるかどうかで、最後に一応ですね、寝られるか、止まる性能、最初から結論はもうほぼ見えてますけど、一応これ見てみますというところで、総合的に判断して、優劣つけるというか、おっさんがね、生き延びるため、中高年のおっさんがこれからの残りの人生を生き延びていくためにふさわしい車どっちか、200万円足してロードスターを買う、そういうだけの価値があるか、そこから見えてくるエブリィの価値、こういったものを探っていきたいと思います。最後に今回のタイトル、親父が熱中するわけだ、だけど家庭崩壊、この家庭崩壊、なんで家庭崩壊などというタイトルが最後についてるか、これはね、最後の方でお伝えしたいと思いますので、ぜひ最後までのご視聴よろしくお願いいたします。チャンネルからのお知らせです。当チャンネル、司令官コンスコンチャンネルは、軽箱版鈴木エブリィをお金をかけずに楽しむをコンセプトとした中高年おっさん向けのチャンネルです。月3回の不定期アップで見逃しがちになりますので、ぜひチャンネル登録をしてご視聴くださることをお勧めします。この動画を進めていくにあたってお伝えしておきたいのは、エブリィとロードスターの共通点は一つだけ、前後重量配分ですね。これがほぼ50対50、ここだけなんですよ。そこが共通というところで、私が重要視している走りの楽しさ、ここがね、実は共通項になってくると思うんですね。なので比較します。で、今回乗った車両についてですけども、2023年今年の3月登録の S スペシャルパッケージ6速マニュアル一番の売れ筋に乗ってきました。ではまず第一印象の様子をご覧ください。オートマの方がいいな、これ怖いわまず最初に感じたのが、エブリィと着座位置が違いすぎて、ものすごい低いところにいるんですよ。前にこのちっこい覗き窓みたいな窓から、ちょっとなんていうのかな、シートポジションが少しね、もうちょっとこう下を見下げて運転したいんだけど、空を見上げるようなポジションになるんだよね。それがね、これは好みの問題だし慣れの問題だけど、今現在はそれがすごく苦痛ですね。怖くて降りたくなった。マニュアルというこのね、苦行を強いられているこの状態、ヒップポイントが後ろ側が上がってくれるといいんだけど、怖くて40キロしか出せねえわ。でも結構なスピード感がある。怖いよ。30分ぐらいしたら慣れると思うんですけどね。体に馴染んできたら何でもなくなりそうだけど、スリスト怖い。低すぎる。地面に手がついちゃうもんね、この低さよ。目線が全然違いすぎておっかない。いつものエブリィって上から見下ろして全体像を見るっていう感覚が染みついちゃってるんで、この包まれ感というか、ブカッと深いところに座らせられちゃう感は全く違う世界だね。全く違う世界すぎて比較する気も起きん。そもそも軽バンとスポーツカーを比較しようとした俺がそもそもアホだったなっていうね、ちょっと後悔、後悔先に立たずで笑っちゃった。やっぱ本物違うね。
いかがでしたか、第一印象。なんかですね、見ていただいたように、なんか最初この2社を比較したこと自体無意味なことなのかなって思っちゃったんですよ。テンションがねだだ下がりでした。でいわゆる普通に乗る普段乗りではエブリィとロードスターの共通項が全然なくて、この比較自体に意味がないんじゃないかなと思っちゃったんですね。まあでもですね、この後ですね、気を取り直してワインディングで2台試してみました。全く同じワインディングロードを走ってますんで、どうぞこれで体感してみてください。エブリィってワインディングでどんな感じなのか、そしてロードスターはどんな感じなのか、ご覧ください。ロードスターで走ってた速度と同じ速度で走ろうかなと。まあ40キロ制限ですからね、ここ。ロードスターだとね、パワーがあるんで、2速だとギア30失敗。エブリィだと2速じゃギア低すぎる。1段違うね。朝だって。また止めなかった。むずいわ。そのままに行っちゃいますけど。エンジン音が勇ますとはやっぱり諦めるか。当然履いてるちっちゃいエブの方が勇ましいよね。綺麗だ。必要がないのか。いい速度が甘いけど、まあロードスターに比べたら高いところで頭が揺れるんで、そこまで落とそうか。これがでもチェンジが必要ないようなワインディングだ。エブリィならいるけどパワーなさすぎてねえ、また失敗したわ。難しいからやめますか。普通に中昔から昔パキッシュとしていかがだったでしょうか。私的にはね、正直エブリィは引けを取っていないなと感じましたね。もちろんね、純粋に比較すればエブリィとロードスター、エブリィよりもロードスターの方が楽しさはね、正直上だと思いますよ。これで6速オートマチックにしたとしても同じだと思います。エブリィの方が上だっつったらね、言い過ぎっていうかおかしいだろう。だってロードスターの存在意義完全否定になっちゃうじゃないですか。認めます。ロードスターの方がそれはもちろんちょっと上だと思います。ただエブリィも十二分に楽しいです。はい。じゃあ正直どのぐらいの差があるか金額に換算してみましょう。価格差が約170万としましょう。価格差が170万円分の差があるほど走りの部分でロードスターが楽しいかどうか正直言います。私的に金額に換算するとせいぜい70万円ぐらいの差しかないです。そこまで差がないんですね。純粋に見つめてみて70万円ぐらいの差しかないなと思いました。今回この K1 ボックス版と正反対の車ジャンルとしてこのオープン2シーターっていうのをね乗ってみたんですけど、エブリィとの共通点はフロントミッドにエンジンが乗ってるっていうだけ、重量配分がほぼ一緒だっていう、そこ以外は何の共通点もない車に乗ってみたんだけど、現代の技術ではこういう形状をしている意味がないんで、ロードスターの場合は屋根が開くっていうのがあって、今回屋根開けなかったけど、
屋根が開くっていうところがものすごく大事なんじゃないかと思いますね。これクローズドボディだったらますます存在理由が分かんないわ。このぐらい分かんないね。まあミニバンとかが売れるわけだよね。全てを満たしてればミニバンとかってステップワゴンなんてめちゃめちゃ走りとかいいしね。なんかバカバカしいね、この考えるですね。ロードスター、おっさんは乗る必要なしというのが結論です。はい。親父が夢中になるわけだ。だけど家庭崩壊のタイトル回収になります。初代の NA 型っていうロードスター、 1600cc で出た最初のユーノスっていう名前が付いてた頃のロードスターなんですけども、レンタカーで借りて乗ったことがあります。実はね、寝られるかなっつって椅子倒して寝たんですよ。これがね、意外とねリクライニング量が大きくて気持ちよく寝れたんですね。もちろん熟睡はしてませんけども、オープン2シーターの割にはちゃんと仮眠は取れるなっていうのがあったんで、今回の4代目ロードスター ND ロードスターの車中泊性能、休憩と言ってもいいですかね、この性能も一応見てみることにしました。ここを見たところで新しい気づきがあったので、その模様をご覧ください。全く寝れない。ダメだ、全然ダメ。もうちょっと余裕があるかと思ったけどね、ないっすね。これ全然余裕ないっすね。ほんと後ろがこんなに余裕ないと思うのかった。初代と全く違うね、この辺ね。びっくりです。全く話になりませんでしたね。一言で表現してみましょうか。いきます。ロードスターは居住性が窮屈なだけではなくて、ロードスターのあり方自体がとても窮屈だ。どういうことかというと、親父が夢中になるわけだな部分を追求しちゃったんですね。車の走りがどうだこうだっていうところね、女子が興味ないとかね、そこを徹底的に追求していったんですよ、ロードスターは。結果として居住性悪くなったんですね。だからですよ、だからこの車ロードスター、おっさんしか夢中になってないんです。女子からはソース感、彼氏とか旦那に乗ってほしくない車ナンバーワンみたいになっちゃってます。で、狭い世界に入っちゃってるんですね。初代は違いました。初代はリクライニングして休憩できたし、走りもふにゃふにゃしてたけど、もうちょっとね、おおらかなオープンカーの楽しみっていうのがもうちょっとね、世界が広かったんですよ。ライトも丸めだったしね、女の子が可愛いから乗るぐらいのね、そういう世界であってもいいじゃないですか。今回の4代目は鼓動デザインとかいうね、マツダのなんか統一したアイデンティティのデザイン、ちょっときつめの顔なんですよ。可愛らしさがない。これね、開発者さんがスポーツカー核あるべしというね、原理主義的な考え、少女スポーツカー強と言ってもいいですかね、そっちに行っちゃったんで、女子からソース感。いやー、ちょっと言い過ぎですかね。言い過ぎですけど言っちゃいますよ。はい。理想に傾倒しすぎて男臭すぎて草、モテない車です。そりゃあカマリアレイも他に男作っちゃうよ。ミニバン運転してるこのおっさんみたいなね、男作っちゃうよ。だから4代目 ND ロードスターは家庭崩壊を招く。はい、タイトル回収です。家庭崩壊を招くんですね。
ブリーはおっさん専用のマシンじゃけ関係ないんじゃ。申し訳ないです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。チーク鈴木。今回の動画のお味はいかがだったでしょうか。司令官コンスコンがお送りしました。おっさんは生き延びることができるか。